かのことでございます。ということで、今日なんですけども、私のスタジオにすごい方が見えます。もうすぐ来ると思います。誰だと思いますか？皆さん、予想外の方ですよ。僕の動画にも1回出てくださってる方ですね。あ、こんにちは。すいません。スシローの社長さんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回スシローの社長さんに来ていただきました。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。この前コラボ本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ本当に大盛況で、大盛況でありがとうございます。ファンの方から皆さんにお礼言われて、本当ですか？金子さんのが食べれたって言ってすごい。いや、僕もあの価格帯であの味を皆さんに提供できたのがね、すごい嬉しかったですね。みんな喜んでくれてました。どれも美味しかったよ。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。今回僕正直今日スシローの社長さんが見えるよっていうのだけマネージャーさんから聞いてるんですよ。本当にあまり分かってなくて、何？今日はですね、私もご連絡いただきまして、スシローさんの方からお話があるということで、まさかちょっとお願いがありまして、金子さんのアイディアとか、そういうのをちょっとお力添えいただいて、今回はビンチョウマグロということで、何かしら美味しくしてもらえないかなと思って今日ちょっとお願いがありました。もう一回やらせてくれるんですか？はい、もう一回ガイダーを。しゃあ、マジで？やった！ビンチョウマグロですか？はい、ビンチョウマグロ持ってきたんで。油の乗りのね、里がやっぱありますから、ちょっと見ていいですか？そうですね。そこにあるんですけど。いえいえいえ。こちらでございます。開けてみてください。開けてみていいですか？では行きます。オープン。おお、新しいですね。10キロですね。10キロですね。おお、こちらです。ビンチョウマグロ。これ実際スシローさんで使われてるビンチョウマグロもこのぐらいのサイズ感で。あ、そうですね。はい、それぐらいのサイズ感で。勝浦。マグロの有名なところですね。今年はすごい取れてるみたいで。あ、そうなんですか。みたいで。へえ。じゃあもうそれは。はい、ぜひとも。お、ちゃんと内臓も抜いてくれたんですね。もうバッチリですね。ビンチョウマグロね、もういろんな構想がもうわーっとしてますわ。過去にこのアレンジで出てるものとかありますか？たたきにして何かしら味付けをしてとかっていうのはありますけど、ちょっと割ってみていいですか？はい。ビンチョウはなるほどですね。鮮度いいなこれ。もうバチバチですよ社長これ。油がどうかですね。でもこの油薄いトンボもうまいですよ。なんで普通に食べるというよりは何かアレンジをね。そうですね。できると。ほい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 。こんな感じでございます。トンボマグロとも呼ばれてますね。このヒレがね、トンボのような。そうですね。そうです。ちょっと食べてみていいですか？はい。僕こういうね魚を美味しくするの超得意なんですよ。ああ、じゃあ今回は超得意です。トンボマグロはやっぱり僕ね、油分を足してあげる食べ方がすごく好きで、この前もこのカツオのキムチマヨ、あれ意外とカツオキムチマヨがすごい好評で、すごい好評でしたよ。めちゃくちゃ好評で、うちの社内じゃ絶対に出てこない商品なんで。こちらです。じゃあこれ目節ですね。釣りっぽいですよねこれ。なんか釣りですよね。社長さんもお魚めちゃくちゃ詳しいんですよ。いやいや、全然。いや本当に。私はもう全然。もともとどういう経歴なんですか？アキンドスシローって会社なんですけど、寿司太郎っていうのが最初やったんですね。で、お兄さんと弟さんが一緒にやろうよって言ってアキンドスシローっていう会社になったんですね。で、私はその中で寿司太郎っていう弟さんの方でアルバイトをした。すごないですか？だからもうこの会社入ってだからアルバイトから入れるともう30年ぐらい。夢あるなぁ。アキンドスシローって飽きないぞっていうことですか？あ、そうですね。アキンドっていう商売の人で。ちょっと一回天秤で落としますね。天秤で落として。トンボマグロって本当もちもちで切りにくいんですよね。結構意外と筋強いですしね。そうなんですよ。部位によっては。ビンチョウマグロってなかなか回転寿司でしか逆に食べられないマグロですもんね。おっしゃる通りで、回転寿司が始めたみたいな感じですね。そうですよね。で昔はやっぱ脂乗ってるのが取れたので、やっぱりビントロっていう名前でありましたね。ですけど、やっぱり海水温上がってくるとやっぱりなかなか脂乗りが悪くなってきて、今そういう問題なんですか？はい。でもここのハラモとかは結構。ハラモはね、そうなんです。だから我々もこのハラモを貯めて、ある程度量が溜まったらビンチョウ大トロっていうので1回やれたらいいかなぐらいなんですけど。なるほど。ぐっと溜めとるわけですね、あれ。超冷凍だとね、劣化しないですよね。いや、それ謎が解けたわ。インドマグロの中落ちの巻物、めちゃくちゃ好きで僕あれ。なんで中落ちがこんな出るんだろう。しかもインドマグロのと思ったんですけど、あれも溜めてたんですね。
皆さん食べたことありますか？スシローさんのインドマグロの巻物、あれマジでうまいんで食べた方がいい。あれは。あと最近だとウニ、はいはい、ない時もあある商品だと思うんですけど、はいはいはい北海道のはい、そうですそうです。生ウニ、はい。回転寿司じゃねえっすよ、まあそう社長ですね。あれは普通の俺びっくりしましたもん。今スシローほどえらいことになってます。だからこそちょっとねプレッシャーはあるんですが頑張ります。この尻尾のところは使いますか？ここは使いますね。ここ使いますね。はい。 OK です。お願いですね。そこまで。お願いですね。はい。このどういう風にスタッフの方が切ってるかすごい見たいですもん。全然すごいんでしょうね多分。もうだって来るスピードが尋常じゃないじゃないですか。はい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 。ビビってるんだからウィーンってパラララってくるじゃないですか。はやばいんです。あれどうやってんのっていやでも普通に注文入ったらそれを見て作ってっていう。ちょっと納得できませんそれじゃあ。いやいや本当にあれ中で何が起こってんのか、はいはいはあれはすごいオペレーションっすよね。い。機会があればまたもうぜひぜひ。ご見学に。すごいからな。ちょっといただきます。あれいいですか？もちもちですねやっぱり。うまい。油は乗ってないですけど、ちゃんと旨味はあるんですよ。ありますあります。だから僕ここにやっぱ油分を乗せたいなってとこもあるんですよね。確かにそうですね。食感めちゃくちゃいいですね。もっと考えます。はい。この油のりですね。で多分これ実際店舗で使われるのは急速冷凍をかけたものですもんね。そうですそうです。うちにもこれ急速冷凍ありますんで、はい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 一回これ急速冷凍をかけてしっかり解凍してちょっともう一回食べてみて、そうですねいろいろ食材合わせてみたいと思います。いろんなね案はね出ましたね。さすが。僕はもう出ました。おはい早い。ビンチョウマグロだけじゃなくてなんか他のやつもちょっとやっていいですか？そうですね。他にもご用意してますので、マジっすか？その中で選んでいただいて、お子さんが美味しいと思えるものを。スシローさんのね好きなネタいじくれるんですわ。はい、という感じでですね、じゃあお任せください。はい。はい、使いたいネタがあります。そうですか。またちょっと本社に行かせていただいて、ぜひお待ちしてます。ちょっとまた皆さんに食べていただきたいなと思います。は社長今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけであれからだいたい5日ぐらい経過しまして、割と考えました。で冷凍しない状態でもいろいろ試作したんですけど、やっぱりちょっとねもちもち感があるんですよ。で実際スシローさんの店舗に行ってビンチョウマグロ今これ出てますんですぐに食べに行きまして、そしたらねやっぱ生とはちょっと違うんですよね。で食べてで、ある程度自分の中で固まりまして何個か作っていきたいと思います。で今回ビンチョウマグロ以外のネタも出させていただけるということでね、そちらの考案してきました。であんまり難しいことやっちゃうとやっぱりオペレーションの関係で難しいのと、あと食材もそんなに難しいのは使わないことで僕らしさを残す、そして何よりうまい、そんなね創作寿司を作っていけたらなと思います。ある程度決まりました。まずはじゃあビンチョウマグロからいきましょう。で昨日ある程度試作しまして味は見ました。いやでもスシローの社長ほんと絶妙にいい食材を持ってきてくださいましたね。一番やりがいがあるネタですね。ビンチョウマグロってねやっぱキハダマグロとか本マグロに比べてやっぱりねうまみが薄いんですよね。で特にこの持ってきてくださったこのビンチョウマグロはこのどっちかというと脂がこってり乗ってるっていうタイプじゃなくて割とあっさりしてるタイプの、ビンチョウマグロ、トンボマグロっていうやつですね。なんでこのどっちかというとね普通に炙って塩打ってとかレモンつけてとかそういう食べ方だと少し弱いんですよ。で外部からうまみとかそういうなんか食感とかそういったものを入れてあげた方が絶対美味しいお寿司になると思います。で考えた時にまずは漬けで漬けのタレ作っておきました。こちらこれ今回漬けのタレこだわっちゃおうよということで、再仕込み醤油が2、本みりん1で日本酒1、211のものに昆布のグルタミン酸を漬けのタレに入れていく。鰹節とかも使ったんですけどカツオ入れちゃうとねせっかくのマグロの味がカツオに負けちゃうんですよね。なので昆布だけでいきました。椎茸とかも入れない方がいいと思う。昆布でいきます。でまずこういう風にカットしていきます。でこのマグロもカッチカチに一回凍らしてしっかりきれいに解凍しました。大きさもねこのぐらいですね。でこれを一旦漬けていきます。漬け時間はだいたい10分ですね。でしかもこれ冷凍してあることによってより漬け地が染みやすいんですよね。で冷凍してあることも逆にプラスに働くということです。じゃあ漬けてる間に漬けじゃないタイプのトンボマグロのアレンジ。僕ね正直これはスシローさん通してほしいんですけど、キムマヨ前回もカツオのキムチマヨネーズ出させていただいたんですけどあれも大好評で、正直一番評判良かったんじゃないかって言われてるぐらいものすごい評判良かったんですよ。なので今回もこのビンチョウマグロ油のあっさりしてるビンチョウマグロにこのキムマヨ絶対うまいんですよ。キムチのうまみとマヨネーズの油分最高にうまいのでちょっと作りますね。
こにキムチマヨネーズ、これを乗せていきます。でここに食感でネギ、ちょっと今日小口ネギしかないですけど、本来は長ネギの太いやつを使っていきます。でここにネギですね。そしたらお醤油をちょんちょんと。これで完成、ビンチョウマグロのキムマヨ握り、いただきます。これは決定でお願いします。めちゃくちゃうまいです。これあったら絶対頼むもん。そう、ほんでこの僕一つ考えてるのが、僕のこと知らない人でも何この握り美味しそうってついつい頼んじゃいたくなるようなやつを作ります。キムマヨ美味しいです。これ合格。次がビンチョウマグロ、さっきと同じように握っていきます。今回さっぱり系です。ここに藻塩、海藻から生成されたお塩です。そしたらレモン、これを添えると。で食べるときにちょっとこう絞って、藻塩レモンみたいな感じで、まあこのまま食べてもいいですし、ちょっとお醤油打ってもいいですね。でこちらいただきます。100かな。まあうまいけどやっぱりインパクトがちょっと足りないな。はい、じゃあそろそろ漬けがいい感じなので引き上げていきましょう。僕は正直今回漬けを押していきたい。ちょっと漬け地を拭いてあげて、でまずは炙らずにこのままいきます。こちら漬けビンチョウ、まずこのままでいただきます。いやうまっ、全然違う。正直これでもいいぞっていうぐらいうまいんですよね。トンボマグロのイノシン酸とこの漬け地に入ったこの昆布のグルタミン酸がもう相乗効果でうまみが爆発してますね。うめえ。でちょっとここを炙ります。はい、炙りましたらここにオクラですね。このオクラの食感とこのネバネバが非常に合うんですよ。はい、こちらトンボマグロの漬け炙りオクラのせ、ちょこっと醤油打ちますか。まあ、醤油打たなくても味付いちゃうんですけどね。ではこちらいただきます。うまっ、これはうまいよ。で炙りのタイプにはマヨネーズは使いません。もうこれ十分美味しいので。で次は握って黒七味、ちょっとピリリと効かします。いただきます。うまいけどなんか足りんな。フライドオニオンやなんかが入ってもいいな。黒七味、フライドオニオン、こちらオニオンは違う。ニンニクも絶対違うと思うんですよ。いやーでも漬けが普通にうますぎるんだよな。今のところキムマヨ、漬けマグロ、漬け炙りオクラ、これ合格ラインですね。であと1個あります。漬けマグロ握ってとろろですね。これは絶対うまい。いただきます。うわっ、うまっ。マグロといったら山かけですもんね。これ合いますよ。この4品とりあえず決定ということで、まだね案が出るかもしれないんですけど、とりあえず完成。それ以外のネタでも創作寿司を作りました。まずは僕の大好きなこちら赤貝、もうこれは絶対使いたい。この前つぶ貝やりましたもんね。今回は赤貝でいきます。僕の視聴者さんだったら分かると思うんですけど、この赤貝ってものすごく剥くのに手間がかかるんですよ。僕ウニぐらい手間がかかる食材なんじゃないかなと思ってます。そんな食材が一皿この値段で食べられるっていうのはすごい企業努力なんで絶対使いたい。まずこれ普通に赤貝握りですね。ここにめっちゃ僕赤貝いろいろやりました。ダントツでうまい調味料が一つあったんですよ。柚子七味です。柚子と辛味です。これめちゃくちゃ美味しくて、このすだちを絞ったりレモンを絞ったりすると酸味はかなりプラスされるんですけど、香りがね薄いんですよねやっぱ。でそこで柚子のこの七味ですよ。このね柚子の香りとこのね辛味がもう抜群に合うんですよ、この赤貝に。でも冷凍なんで特に少しやっぱ生の赤貝よりかはちょこっとね香りがあります。でもその香りっていうのは口の中に入れた瞬間に来るんですよ。でもこの柚子の七味をかけることで最初に柚子が来るんで、もうその赤貝のふんわりとしたものをかき消すんですよ。これ食べたら分かる、マジびっくりする。いただきます。うまい。しかも簡単だしね。ここにね大根おろし乗せてもそれはうまいんですよね。ちょっとこれだけだと寂しいんで大根おろし乗せて、これがいいでしょう。いただきます。で次これねめちゃくちゃうまいです。
すごい僕らしさもある一品です。あとしめ鯖ですね。スシローさんのしめ鯖めちゃくちゃうまいです。ノルウェーの鯖で油もあって最高にうまいので、これを一回炙ります。すごいでしょこの油。これまずこれを握りますと、はい、こうですね。こうなります。でここにですよ、まず大根おろし、そして梅肉です。このサバのこってりとした油にこの大根おろしとあえ梅、これがものすごい合うんですよ。でちょっとねこう丸めておいてほしいんですよ。こういう風に置いてほしいんですよ。これかわいいじゃないですか。見た目も最高ですよね。でちょっと醤油打っていただきます。うわ、合うね。これはうまいわ。軽く炙ると本当に美味しいですね。次、海苔を用意します。スシローさんで届いたら自分で巻くタイプの巻物あるじゃないですか。それやってもらおうかなと思います。まずご飯のせますよね。はい、でここに使う食材がですね、うなぎです。スシローさんのうなぎうまいんでね。でちょっと半分ぐらいにカットしてもらってこうきますよと。次にこのスシローさんのこの卵焼きをこう入れるんですよ。うな玉巻いてもらってこういう感じ。そしてお客様は卓にあるこのスシローさんの美味しい甘だれね、甘だれをこう愛さんにかけてもらっていただきます。優勝、これ実現したらめちゃくちゃすごいよ。ちょっとうなぎ今1枚入れましたけど2枚にしてくれっていうちょっと無理言います。僕でこそ無理が言えると思うんですよ。その社長家来てますから、スタジオにも来てくださった中なんで、もう友達なんでなんとかやってくれるでしょ。んで次、スシローさんにこれあったら僕食べるっすっていうやつ。まあでもおそらくコストの関係とかいろんなあれで多分却下はされてると思うんですよ。まずカニの棒肉寿司作ります。ここにカニ味噌乗せちゃいます。大体カニ味噌って別じゃないですか。こんなわんぱくするのあんまないんで、これだけだとちょっと物足りないんで、ここに少しだけ柚子胡椒をのせます。ちょんとこのぐらいです。あんまりのせちゃうと辛いので、柚子の風味と唐辛子の辛さちょっとつけます。これでいただきます。これはやろう。正直結構まだありまして、例えばイカ文字状レモンだとか海苔の佃煮とかもねうまく使ったりだとか、そういうレシピもあるんで、そういうのもちょっと僕煮詰めて今度スシローさんの本社に行きますんで、そこで、僕は正直キムマヨ、炙りしめ鯖おろし梅、もしくは漬けとんぼマグロオクラのせ、そしてカニの棒肉味噌ちょい柚子胡椒のせ、これでいきたいなと思ってます。でもこれでいきたいなっていう風に打診しても、いやちょっと金子君さすがにそれはってスシローさんからストップが出ちゃうかもしれないので、何個かあと3つ4つぐらい隠し種でこさえていきますわ。スシロー本社に乗り込みます。ではちょっとスシロー本社に行ってきます。はい、到着しましたということで来ましたよ、スシローの本社さんに。で前スタジオで作成した握りですね、あれだいぶ煮詰まりまして、今日実際にスシローさんのお偉いさん方に食べていただいて OK をもらって商品化という流れを持っていきたいなと思います。いややっぱ緊張しますな。スシロー本社さん言いましょうか。もう間もなく私の出番ということで、いや今回やっぱめっちゃ迷った。ビンチョウマグロっていろんなことできるんですよ。無限大なんですけど、その中で僕の色を出すっていうのが難しかったのと、もうスシローさんってものすごい、さっきも今からやる僕のプレゼンの前に定例プレゼンみたいな商品メニューの開発のなんかプレゼンがあったんですけど、毎月すごい量のサンプルを企画してるんですよ。その中で出てきてないもの、僕の色を出しつつまだ出てないものを出すっていうのがね難しかったですね。ただ今回僕の中でガツッとねハマりました。これだろうというね商品作りましたので行きましょう。よろしくお願いします。今度は第2弾のコラボありがとうございます。ありがとうございます。以前スシローの社長さん、僕のスタジオの方に来ていただきまして、大きなビンチョウマグロを持ってきてもらってこれでちょっとコラボ第2弾いかがでしょうかという話をいただきまして、この度作らせていただきましたので、これよろしくお願いします。奥さんからご提案いただいた商品をスシローで販売できる形にアレンジさせていただいたのを本日召し上がっていただく形になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱ相変わらず緊張するっすね。やっぱりね、このね。
本当にこういう感じで常にやってみるんですよね、スシローさんは。内マグロは煮切り醤油で漬けにしております。その上にですね、磯の雪のシートをカットしたものをトッピングしております。少し昆布締めの要素も入っております。でトッピングに、それぞれオクラ、キムチマヨネーズ、でだしとろのこの3種類ですね。前回もね、キムチマヨは大好評でね、ありがとうございます。すごい再販をしてほしいみたいなご意見も結構いただいてて、はい。今回緊張ですけど、認証とキムチマヨもめちゃくちゃ合うんですよね。オクラかとろろから召し上がっていただいたらいいかなと思います。醤油はそのままで召し上がっていただいて、はい、じゃあトッピングすべて味付いております。厳しくいきますよね。どうぞ。その雪を引く狙いとか効果とか。お父さんの奥さんから昆布締めでいかがですかというご提案いただいたんですけど、なかなか650ペットで昆布を使って昆布締めっていうオペレーションなかなか難しいので、使用実績もある磯の雪、こちらもしっかりした昆布ですので、こちらを買ってそのまま置いておけば一緒に食べれますし、昆布締めの効果も十分ありますので、このまま食べられるっていうのが一番いいよね。前回なんすか。これうまいな。奥が出るよね、磯の雪があるとね。思わず美味しいって言っちゃったじゃん。赤貝、しめ鯖、それぞれ赤貝って結構アレンジ難しいんで、僕赤貝とこうお寿司に合う貝類ってそうないと思ってまして、食感、甘み、ずっと残るその香りが。おろし柚子七味、実は、皮を刻んで冷凍にスシローの店舗で使っている七味を、大根おろしなどお醤油かけて召し上がっていただいた。しめ鯖はそのままでもいいんですけど、ちょっとお醤油からすとより美味しく召し上がっていただける。しめ鯖の方は大根おろしと、梅肉、間に大葉を少し忍ばしております。何品ぐらいやられたんですか。10品ぐらい作られてまして、はいはい。ありがとうございます。これがでも僕らしい赤貝醤油からしてちゃんと柚子の香りがしますね。皮はスシローで使っているちゃんとかかっております。店舗であるものを組み合わせるとこういう形にできましたので、皮をそのまま刻んでいる方がはっきりと柚子の香りがしていいかなと思いました。いっぱいアレンジちょっとしてますけど、大丈夫ですか。柚子の皮が使っていただけるんだったら、僕この形がベストでした。まさしくこれでした。はいはい。ちょっとイメージ、最初赤貝のうまさを奪われちゃうんじゃないかなって、食べてるからそんなことなくて、しっかり両方とも美味しい。しっかり赤貝の味も、貝の味も出てますね。サバはですね、ノルウェーのサバものすごく脂が乗ってて、美味しいです。でこのまま食べても間違いなく美味しいんですけど、さらにやっぱりさっぱりと食べやすく、なんか出せないかなと思った時に、しそと、梅と大根おろしですね。これ僕の大好きな食べ方なんですよね。本当にさっぱりしてて、サバこれ結構好きですね。美味しいです。普通ね、その後こういう食べ方しないじゃない。梅って結構勇気いるんですよね。好きだよがあるんで。梅の邪魔しなかったよね。あんまり感じなかったっていうか、邪魔しない。邪魔しなかった。寿司屋はこれはやんないのか。あんまり酸っぱいもの酸っぱいものっていうまあそうね。しめ鯖が梅だけだとちょっとね、なんかしょっぱみな感じがしますけど、うまいの大根おろしがそれをさばるなるほどね。美味しいものがしたけど、カニ味噌に見えるんですけども、柚子胡椒をカニ味噌と合わせて、柚子胡椒カニ味噌とこれさ、普通じゃんと思って今見てたね。そのままで、結構ちゃんと量を出してる。美味しいね。すごいです。キュウリいる？キュウリかな。キュウリが邪魔してるから。ちょっとね、キュウリの青臭いのがやっぱり気になっているから。せっかく柚子胡椒消したのに。もともとないでしょ。ただそれをちょっとやっぱ緑が入った方が、まあそうですね。色合いか。多分ね、味はね、完全にない方がいいと思うんですけど、確かに色合いで言うと、色合いがやっぱあると、ちょっとね、おっしゃる通りで、カニ味噌の独特の臭みというか、そういうのは抜けてますよね。カニ味噌もでも今までアレンジしたことないもんね。カニ味噌だけだよな。カニ味噌はもうカニ味噌ですからね。
これはちょっと新しい発見というか、全然色々悪くないね。悪くないですね。いいと思います。タンミスの意外性が際立つ良さが際立つ。まあちょっと食べていただいて、先生に食べていただかないと。先生に最初みんなしてやった。柚子胡椒っていうからものすごい辛いイメージあると思うんですけど、はい。全然こちら6品ご提案で、うち5商品販売させていただくから、難しいね。どちらかといえばこの瓶胡椒を2種類、こちら3商品ができるように販売させていただきます。おいしそうな色。いや、俺は6個売ったらええねんとか。で2と3。女性がやっぱりあんまりいっぱい食べれない。2貫ずつ食べれないんで2貫ずつとかがやっぱり。全部1個ずつ。今回ですねまず尻尾ねデザートの方もやらせていただくということで、こちらでございます。魚のチップのチョコレートというものが開発の中で手に入りましたので、パフェとしてコラボできないかというところで、柑橘系のフレーバーと何かできないかというお話いただきましたので、以降動画でも上がってると思うんですけども、柚子を使ったような商品で、今回柚子仕立てのパフェのご提案させていただいております。寿司食べた後に僕は結構さっぱりとしたものを食べたくて、いつもスシローさん行く時に僕必ずフローズンマンゴーとかいただくんですけど、なるほど。こんなのあったらいいなを提案していただきました。ありがとうございます。構成的には下から柚子ムース、柚子のマーマレードがアクセントが入ってまして、中にちょっとザクザクのクッキークランチ、であと上の方に、海をイメージした、柚子蜂蜜ゼリーなんですけど、海をイメージした青色のゼリー、一番上に柚子のシャーベット、結構上から順番に食べていただいてもずっと柚子を感じるような仕立てとはさせていただいて、この青が癖になりそうな。蜂蜜か。蜂蜜です。柚子蜂蜜。おいしい。ありがとうございます。クランチの部分でザクザクがありつつ、マーマレードの部分が最後、結構しっかり柚子を感じれるので。本当だ。はい。手がかなり込んでる。味変がすごいねこれ。はい。味もそうだし、食感もね、ゼリーもあってね、これクランチクランチいい仕事してますね。クランチがなければやっぱり上からドゥルッとした食感やら、ふわっとした食感しかないので、そこのザクザクがないと多分進めるにあたって結構しんどいかもしれないので。すごいっすね。なんかスシローさんのデザート部門の方々がすごくどっかでケーキ屋さんで食べていただくケーキも美味しいですけど、それをスシローでも食べれるような、むしろそれを超えていきたいような熱意を持って作ってますそれで、はい。本町のお菓子屋さんにあっても、ケーキ屋さんですか？確かに。全然納得するレベルの美味しい。ありがとうございます。あとはクック愛が一番強い。ちょっと意気込みが違うんですよね。朝からクックがすごかったな。しかもさ、クックさんって言われてさっき金子さんって言ってたね。そうです。僕はちょっと全部本当に美味しかったので、あとはこういう感じのこの組み合わせをどうするかっていう。はい。はい。美味しかったです。ありがとうございます。やったー。はい、ということで終わりましたと。いやもう大絶賛ということでよかった。で今回マジでクオリティ高いです。前回もものすごかったですよ。無理言ってエビ剥いてもらったりだとか、もう僕のタレをね再現してもらったケジャン寿司作ってもらいましたけど、今回は本気で時間かけました。私めっちゃくちゃ考えました。このビンチョウマグロっていう純白のキャンバス、どういったアレンジもできる、もう最高の食材を指定していただいて、迷ったな、ぶっちゃけ本当にチーズ系使おうかとか、ピリ辛ラー油を使ってみたりだとか、もうちょっと攻めた香味系を入れたりだとか、そういったものを考えたんですけど、やっぱり僕らしさを残したこういうね、とろろやオクラ、昆布のうまみですとか、そういったものでアレンジ寿司を考えさせていただきました。本当にどれもうまいです。無事行ってよかったです。ということで次は店舗で完成品をいただきますので、もう今夏真っ盛りで半袖ですけども、おそらく少し服装も変わるでしょう。じゃあ店舗で食べられるまではい、というわけであれから月日は流れに流れてですね、スシローさんから連絡がありまして、完成形ができましたと。それがこちらでございます。じゃん、ビンチョウオクラですね。このもっちりとしたビンチョウマグロの上にこの昆布シートを挟んで昆布の旨味をプラス。
そして味がついたこのオクラのトロトロシャキシャキを乗せました。食感、旨味、そして喉越し、全てにこだわり抜いた一貫となってます。これがめちゃくちゃうまいんです。むっちゃ合うんです。このお寿司とオクラの創作寿司って結構いろんな高級なお寿司屋さんも使う手法なんですよね。博多のね、小倉の僕が大好きなお寿司屋さんがあって、サザエの上にオクラをちょっとこう乗せて提供していただいたんですけど、それがすごい美味しくて、ビンチョウマグロでもやらせていただきました。もうめっちゃうまいです。じゃあまずいただきます。で、こちら味はついてますので、このまま召し上がっていただいて OK。まずいただきます。やばいかも。1段目もすごい自信作でしたけど、今回とんでもないことになるかもしれないです。ビンチョウマグロってここまで映えるんだっていうぐらい美味しくなってます。このビンチョウマグロとこの昆布って合うね。超高級マグロになりました。で、このね、やっぱオクラがいい緩衝材になってます。お口の中でこう一体感が生まれるんですよね。うまいな。次はこちら、漬けビンチョウに昆布シートを追加。そして前回も大好評でしたキムマヨ、これのっけてます。スシローさんの作っていただいたキムマヨ、これめちゃくちゃうまいです。でこれ漬けになってるんでそのままこちらも召し上がれるんですけど、もうちょっと濃い味が好きだよって方は醤油かけてもらってもいいかもしれません。僕はこのままがおすすめ。いやこれほんとたまんなかったな。試作の段階でもやばかったからな。いただきます。うわうまっ、これすごい。カツオも良かったけどビンチョウも最高です。またオクラの創作握りとは別の美味しさがあるな。こっちはもう口の中入れた瞬間からバチーンとこう弾けるような旨味がありますね。でちゃんと噛めば噛むほどマグロの香りも広がってうまいな。10貫ぐらい食べたいこれ。お次はこちら、じゃん。あったらいいなって思ってた一皿、しめ鯖梅おろしでございます。脂の乗ったサバ、わかりますかね、このお腹の。すごい美味しいです。大葉挟んでもらっておろし、そして梅、これでさっぱりといただけると。僕の大好きな食べ方。まず1個はそのままで食べましょうか。僕はおろしにちょっと醤油を垂らして、この醤油を吸い込んだおろし、これをのせます。これでいいです。いただきます。うまい。この脂のりのりのしめ鯖に大根と梅のさっぱりが相まって最高。しその香りもいいね。でここにですよ、このガリ、ぜひこれやってほしい食べ方なんですけど、ちょい足し、こうバッテラみたいな食べ方ですね。これをいただきます。まっ。これね、光り物独特な感じが苦手な方でも食べられます。これはうまいね。大葉梅おろしガリ、これでしめ鯖をいただく最高の一皿。これが第1弾となってます。漬けビンチョウの昆布オクラ、漬けビンチョウのキムチマヨ、しめ鯖梅おろしで、第2弾がこちら、じゃん。こっちがまたまたビンチョウマグロです。てかね、このスシローさんのビンチョウマグロうめえっす。ものすごいものがいい。鮮度のいうちにちゃんとしっかりとした冷凍方法で冷凍して、すげえこだわった解凍方法してるんだなっていうのが分かります。マグロってすごい難しいんですよ。こちらは漬けビンチョウに昆布シート、そしてだしとろろが上に乗ってます。そしてネギが乗ってます。これ正直半端じゃなくうまかったんですよ。スタッフの方もみんなこれは半端じゃない、これやっぱ一番好きだなって方も多かった。とろろいただきます。これね、僕のこと知らん人がスシローさん来て、なんかうまそうって頼むじゃないですか。食べるじゃないですか。気まぐれクックって何者なんだって思いますよ。っていうぐらいうまい。マグロの山かけうまいじゃないですか。もうそれは間違いないですよね。こうとろろの出汁がすっげえうまい。でお次、じゃん。贅沢にこちらのズワイガニの身にズワイガニのカニ味噌、そしてカニ味噌の中に柚子胡椒を混ぜました。これ僕大好きな食べ方。このカニ味噌のちょっと生っぽい香りもこの柚子胡椒が入ることによって爽やかになるんですよね。ちょっとお醤油かけます。やっぱね、冬はカニですよ。いただきます。あ、うまっ。これね、柚子胡椒もそんなに強く入れてないんですよ。口の中に入れた瞬間にまずは柚子胡椒の香りがもうほんのちょっとふわっとくるくらい。
でカニ味噌の香りとうまみがぐーんときて、カニのジューシーな肉汁が出てきて、口の中一体のハーモニー、これが大事なんです。で第2弾は私スイーツもやっちゃいます。もう僕柑橘が大好きなんですよ。こちらじゃん、柑橘のパフェ作ってもらいました。お魚パフェ柚子味仕立てでございます。お魚パフェって言いますけど、お魚のエキスとかは一切入っておりません。お魚にこう見立ててあるよっていう感じですね。このお魚がこの青い海に浮いてるって感じで気持ちよさそうなパフェですよね。この柚子シャーベットにチョコレートの尻尾があしらえられてます。そしてこの海を見立てたゼリー、これも青なんですけど、これも柚子味でございます。クリームとこのクランチ、このね組み合わせが絶妙、本当に美味しいです。僕のね楽しみ方は、まず柚子シャーベット、これをちょこっと楽しむ。やっぱこのお魚食べた後に最後にこの柚子のシャーベットで口の中さっぱりさせるっていうのはね、最高の贅沢。すごいしっかり締まりますよね。このプルプルゼリー、うめえな。さっぱり美味しかったなーで下すくうとクリームが出てくるんですよ。クリームでこれ下に柚子のマーマレードがしっかり入ってるんで、上から下まで柚子を堪能できます。これやばいよ。スシローさんのスイーツレベル高すぎる。ケーキ屋さん泣いちゃうよ、こんな出しちゃったら。これ絶対食べてほしいです。お約束ぐらいの感じで、このバランスが完璧。無言で食べちゃった。ごちそうさまでした。ということで、この度ね、スシローさん第2弾の企画ということで、スシローさんの社長さんが直々に僕のスタジオに来ていただいて、ビンチョウマグロを持ってきてもらってね、これをなんとか美味しくできないかっていうね、ミッションをいただきまして、今回のこういうね、企画につながりましたけども、かなりの長編でしたね。だってあれ持ってきていただいた時が夏？それから今もう月日は流れに流れ、もう12月ですから、いいのができたなぁ。素晴らしいのができました。妥協なしでいきましたね。これ嬉しかったのね、全部こうどうですかって言ったものを全部美味しいってね、スシローさんに言っていただいたのが嬉しかったね。今回は数量の関係でビンチョウマグロが3品、そしてサバ、カニ、そしてパフェでいきますけど、本当に美味しいんで、ぜひスシローさんに食べに来てほしい。これ期間限定ですのでね、完璧な。で第1弾がですね、天然のしめ鯖梅おろし、そして煮切り醤油漬けビンチョウオクラのせ、そして煮切り醤油漬けビンチョウキムチマヨのせでございます。こちらの販売期間がですね、2026年の1月21日水曜日からとなっております。なくなり次第終了でございます。そして第2弾がですね、先ほど召し上がったお魚パフェ柚子仕立て、こちらとボイル本ズワイガニ柚子胡椒カニ味噌のせ、そして煮切り醤油漬けビンチョウとろろのせの3品でございます。こちらの販売期間がですね、2026年の2月の9日月曜日からとなっております。1月2月はぜひスシローさんでビンチョウマグロ、サバ、カニ、パフェ食べてください。どれも自信作です。絶対に後悔はさせません。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。スシローさんでお待ちしてます。